皆さんはじめまして。元ラガーマンのヒロです。プロゴルファーのさきです。私たちはずっと YouTube を見る立場の人間だったんですけれども、この度 YouTuber としてデビューしました。もう今後この YouTube をどうやってどんなチャンネルにしていくかっていうところを考えながら皆さんに発表していきたいなと考えています。さきさんは何をしたいですか？やっぱりプロゴルファーの夫としてやっぱゴルフを上手くなってほしいなって思ってるんやけど、なるほど。アスリートがゴルフやったらやっぱ違うなみたいな。ラグビーはやっぱりボールが動いてるんで、だから常に止まってるあのゴルフボール、どうやってさばいていくかなんか砂漠とか真似して言ってるんだけどでもさ、ちょっと、はい、自分らのことをさ今知ってる人に対して今喋ってる感じになってるから、はいはい、私らのことを知らない人に向けて、ちょっと一言っていうかプロフィール紹介。私の名前は小野博友です。現在31歳に、なりました。出身は大分県佐伯市出身で、もう非常に田舎というか周りに何もないようなところで育ちました。で、ラグビーなんですけれども、小学校6年生の時に、僕は4人兄弟なんですけど、一番上の兄が高校でラグビーをしていて、その姿を見て僕もラグビーしたいなっていうことで親に相談しました。父親もラグビーやってたんですけど、ラグビーやりたいなーって言ったら、すぐに市内のスポーツ店に連れて行ってくれて、スパイクとジャージとを買って、ただ僕もそんなに熱量が父親出ると思ってなくて、帰りの車の中で、まだやるとは言ってないけどって言ったら、もうめちゃくちゃキレられましたちょっとそれ目に浮かぶわめちゃくちゃキレられました。もう買ったんやぞと。そうやな。もうめちゃくちゃ、もう今こんな冷静な言い方ですけど、やばかったやろうな、その時は夏場はね、パンツ一丁で初めて家行った時に白いシャツとパンツで、もう猫かぶってますけども一緒ですからねお父さんと一緒でめっちゃ面白いです。面白くはないですよ全然面白くはないです。みんながさ目超えてるんじゃない？そんな感じで、ラグビー始めて、長いな初めてでウスキーラグビースクールっていうところなんですけど、僕は佐伯市から、電車で1時間半ぐらい通って、週末通って、土日ですかね、ラグビーをしてました。で中学校になったら、土日にラグビーしてたんですけど、中学校が部活入らないといけないっていう決まりがあったんで、陸上部で、ひたすら走ってましたいいよな、走れる人走れんもんな一回陸上部入れって言われて入ったんやけど、もう全然走られへんから。すごいすり足なんです私の妻は。それはまたさ、いつか絶対やられるよな。 YouTube でどんだけすり足かっていうのは絶対公開されるよな。ぜひさきさんのすり足ランニング見たいなっていうことでね、いつか公開しましょうだいぶそれましたけどで長い高校で、東福岡高校ですね。ニュージーランドにも留学をさせてもらいました。高校2年生の時に半年と、高校3年生でももう一回半年。いいな、羨ましいわ。本当にいい経験ができましたね。でまたそのニュージーランドで帝京大学に入学するにあたって縁があって、帝京大学に進学させてもらいました。
で帝京大学を卒業して、NTT コミュニケーションズに入社しました。あれじゃない、なんかアンダー20のジャパンやったとか、なんかそんなのあったよね。大学の時に、アンダー20、20歳以下の日本代表に選出されて、あれやない、ほんで4連覇の時やな、1年から4年までで4連覇してんの、はい、初めて入学してすぐから、大学選手権で優勝して、まあ、帝京大学って9連覇したすごいね前人未到の記録を出した学校なんですよ。そこの、初優勝から、4連覇目まで在学で、4年生の時にバイスキャプテンを、バイスキャプテンとはまあ副キャプテンね、副首相ということで、まあでもその時のことを思い出せばあまりいい仕事はできてなかったんじゃないのかなって振り返るところもあるんですけど、ただただ横にいただけのバイスキャプテンでまあそれはちょっと後々また何かで聞きましょうか、いろんな人に、インタビューそうさせてもらいましょう、はい、で NTT コミュニケーションに入社して、で6年間プレーさせてもらって、もうなんか40歳ぐらいまでプレーしてるんじゃないかなって言ってたよな。そうずっと思ってたけど、もうなんかヨボヨボになるまでラグビーやるって聞いてたんですけど、なんか6年で急にやめましたただね、夢もいろいろできたし、で現在に至るっていうところですかね。まあ、だいぶはしょったけどね、最後なんか最初の方すっごいこうお父さんに怒られたところからさ細かかったけど急にはしょったね。そうね、まあいいんじゃないですかね。じゃあ崎さんよろしくお願いします。はい、岡村、まあ旧姓ですけどね、ゴルフの時の名前は旧姓のままで岡村咲という名前で活動しています。まあ活動って言ってもね、もうほとんど今は年に1回2回ぐらいしかないんですけれども、なんかねゴルフって元プロゴルファーってあんまり聞かなくないですか？確かに、だから私もどう言うていいのか分かんないんですけども、あえて今ゴリゴリにやってるみたいな雰囲気出してプロゴルファーの岡村咲ですみたいな感じで言うてるんですけど、ちょっと、病気になってちょっとゴルフから距離を置いてるような形でただの主婦をしております。毎日美味しいご飯を作っていただいてありがとうございます。本当にまあ、びっくりするような夜ご飯が出てくる時もあるけどね。それはもうね、いきなりホットケーキバカでかいの4杯出てくるみたいなそんな夜ご飯もありますが、全部ねもうでもレストランに出せるいやいやいや、いつも言ってるやつね。そう、うんまって言ってその後これを店に出せるわっていうのがまあ大体スタンダードで、それ絶対言ってくれるんですよ。1回だけなんか急に冷しゃぶ出した時があってで結構冷しゃぶってこう細くなんか大根をこう切ったりとか、なんか野菜をさきれいに洗ってでこう盛り付けもきれいにしてみたいな感じで結構手間かかるんですけど、茹でただけよ茹でただけよって言われて、もうすぐ母親に愚痴りました。これはもうなんか茹でただけやんとか言ってきたんやけど、しばいていいとか言って画面越しではもう大批判の嵐で、そうやね、本当にこんなこと言っちゃダメですよ絶対に。全然帳消しにならないからね、そのお店に出せるやんに対してそれ言ってるから大丈夫とかないから。冷しゃぶ作ってみ、大変やから。茹でるだけやん。いやちょっと後でキャー言っときますでちょっと話それてるからさ、主婦ね、そう主婦してます、てか主婦してますは飛びすぎか、はしゃぎすぎか、一応高校生まで結構頑張っていてゴルフをね、まあ高校生までいやずっと頑張ってるんですけど、高校生まで全国大会で結構56回ちょっと持ってるかもわからないですけど56回ぐらい優勝して、でアメリカの世界大会に日本代表として何度か行ったりだとか、あとは、チーム戦ですけどフランスに日本代表で行った時に優勝して世界一になったことがあります。ちょうどプロなのかっていう頃にちょっと体調を崩し始めるっていう無事プロにはなって、で1年間ステップアップツアーに参戦して、その後3年間
レギュラーツアーの方に出場していました。そんな感じですかね。まあそこでまあ病気になって今に至るわけなんですけれども、まだ30歳、2人とも30近いんですけど。いやなってますよ、あなたは。近いじゃないよ、31。31ですね。今年30になります。30歳になります。嫌です。めちゃめちゃ嫌です。皆さんインスタグラムフォローしたいのでしっかりとおめでとうっていう、30歳おめでとうって。いやもうほんまにやめてくださいもう。ね、どんな人生になるんかな。まあ20代が激動やったからね、私は。もう本当に外出れなかったしね。そう、もう全然もう半分ぐらい外出てないよね。だから24、5ぐらいからやもんね。まあ、20代の半分を日に当たらず、またその半分ぐらい、2年半ぐらいはもう寝込んでたもんね、ずっと。そうやな。寝込んでるか泣いてるか。私たち結婚したんは24、26の時だったんですけどね、最初の頃大変やったよね。そうやね。ご迷惑おかけしました。いえいえいや、大変ご迷惑をおかけしてきました。これからですよ、ね、返してもらう。これから返してもらう。なんか今の言い方そういう感じやったから返してもらおうか。このチャンネルで何をするかっていうとこですよね。ダイエット企画、もう別にその体重の数字とかじゃなくって、今私病気になって20キロぐらい太ったんですよ。20キロぐらい太ったんですよ。で彼は現役やめて20キロぐらい痩せたんですよ。だからあなたはまたムキムキ目指して、はい、で私は薬で太ってるんですよ。もうステロイドがすごい太るんで、ステロイドを飲んでるけどちょっとずつこう動ける体に増えていく体重と減っていく筋肉で、まあね、去年なんか腰痛で40日入院したしね。ダイエットっていうかエクササイズっていうか、よりね健康に病気なんですけど病気なんやけど健康にできる範囲にね、そう、はいはい、こういうことがないとさ、この YouTube とかないと、せえへんやんしなさいよ。もう三日坊主すらいかへんからね最近。なんとかしなさいよ。あんまり動きたくない日のとかもうサボり前提でね。ほんまにしんどくて動けへん時もあるやん、でまたそれが完璧主義やからこそ、今日まで10日間ずっとやり続けたのに今日めっちゃしんどくてできませんでした、もうええわってなるんやだからなんかその辺も含めてちょっと解決していきたいし、で自分が良くなった場合はね、それをこうみんなに、そういうのを欲してる人たちにやっぱりこうやっていていただけるような体、もう筋肉とか、可動域とか体重見てたってさしゃあないってちょっと気づき始めたんよね結局見た目やんで、何キロですってここに書いてるから、あの人太ってる、あの人痩せてるとかじゃないやん、っていうことに気づいて、ちょっとアホなこと言い過ぎて鼻水出てきてすいません。さきさんはダイエット企画、希望します。病気の人のためにもなるし、これはどうしようかな。何したい？何一番したい？つい最近イベントやって、ゴルフ？そうゴルフのイベント、僕はもう付き添いでちょっとサポート役で行ったんですけど、もうなんか久しぶりにゴルフしてる姿を見てもう感動したね。どんな風に？かっこよかった久しぶりに見たけど確かにずっとかっこいいところが好きって言ってくれてたもんね。そうやねそうやねそう、かっこいいかっこいいって言ってくれた。可愛いとは言われたことないなと思った。ああ、そうやねいや、姿を見てゴルフ上手くなりたいなっていうのは。自分がそう自分が私がかっこいい、俺もなりたいってやつ。そうそうそう。なるほどね。で最近なんか結構ゴルフ行ってるラグビーの子とか。そうなんですよ。しかも彼の近い後輩、彼の周りの人が結構ゴルフに激ハマりしてて、みんなをひねり潰したいってことでいいかなたまにこう遊びで行くぐらいやから、
遊びに行くって言っても打ちっぱなしに行ったりとか、だってコースなんかほとんど出たことないよな。2回ぐらい、出てもカートには乗れないっていう。そう絶対カートには乗れません。ひたすら走ってボールまで走って打って走ってっていう、全然楽しくないな。どうしよう、ゴルフはやっぱ上手くなりたいな。そらあれじゃない。100をまずは切るっていう感じ。今なんぼなんやろ。それもう150ぐらいするんじゃん。150か120か、まあ、数えたらの話やけどさ。まあでもさ、まず、まああんまり時間もないやんかっていうのを考えたら、まずまあ練習場やろ、ちょっとした自主練ぐらいして、コースは白馬とかただただ回ったってさ、なんかちっちゃい目標いっぱいこうクリアしていくみたいな感じにしたら、見てはる人もすぐできるようになるよね。そうか。あ、じゃあ俺も明日これやってたやつ明日やってみようみたいな感じで気軽にやってもらえるような感じでいったらどうですかね。岡紫のワンポイントレッスン。ワンポイントでいける？2ポイント。まずはどうしようか。ゴルフ上手くなるゴルフテーマでいいですか？やりたいんやろ、一番やりたいことなんやろ。でもこの間一回もうインスタグラムには上げたけど、いや私なんか初心者っていうかちょっと苦手なんですよ、教えるの。もうこんなん言うたらダメなんですけど、初心者の人ってどこ言ってあげたらいいかとか、それがちょっと難しいんよね。すっごい悩むんよね。初心者ってでまあパパがさ教えてたやん、あれを見ててそれ言うんやとか、そんなにアバウトでいいんやみたいな感じだったんですよ。それをそうやっていう言い方に変えるんやとかさ。なるほど、もう本当に赤ちゃん言葉みたいな、赤ちゃんに教えてるぐらい、そのもう理論とかそんなんじゃなくて「おでちゅよ」みたいなそういう内容、その言い方じゃなくて内容にこうちょっと変換してあげることが大事なんやっていうのに気づいたんやけど、ちょっとまだ心配なんでちょっと聞いときます、極意を。こうでちゅよってパパ言ってたらね、やばいよね。ほらちょっと怒られる。そういえばホワイトデーケーキ作るみたいなの言ってましたね。いや自分が言い出したんですよ。僕が言ってたんで。そんなん取る？いらんか。元ラガーマンどうでがもいいわってなるもんな。作ったことないケーキを作る回とかいる？いらんな。まあ出来栄えがおもろかったら出来栄えがおもろかったらちょっと紹介するかもしれませんが、一応動画だけは撮っといて。そうやな、多分ボツやな。もったいないな。ギガがもったいない。ギガがもったいない。そんな感じで。そうやね、特にないよね今のところ。小野家の大きな用事っていうかそういう日常でこれ撮ったら面白そうやねみたいな予定全くないよね今のところね。ゆるーく、ぬるーくそんなん見たって面白ないやん。だってそうか、今日みたいなこんな動画何回も見たくないでしょ。まずはどんどん自己紹介をしながもう自己紹介は結構です。もういいか。もういい。じゃあまずはそうですね、ゴルフね。まあみんな一番見たいと思います、きっと。ゴルフ、あなたのことが好きな人も私のことを好きな人も、まあそんな人がいるかどうかわからんけどなんかおる前提で言ってるけど、そういう方々もみんなゴルフは興味あるような気がしますけどね。ゴルフっていうテーマはね、レッスンの動画とかって結構みんなやってるやん。まあね、同期の子らもやってるし、同じようなことやっても多分そっちで言ってることと私が言ってることが違うかっても混同するやろうから、なんかちょっと違った目線でできたらいいなと思ってます。今日は一旦終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやちょっと待って、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイとかにせないかんのやで。はい、バイバーイ。はい、じゃあまた。